こんにちは、とまろぐです。今回はね、結構自分的にはね、やりたかった動画の一つです。今回はこのね、最近発売されたばかりのメタクエスト3を使って、これでね、作業環境を VR というか仮想空間の中に構築するっていう動画を撮っていきたいと思います。実はね、2年前ぐらいにもこんな感じの動画を撮っていて、意外と実用的だけど、みんなにはね、おすすめしづらいなっていう感じのね、動画を出したんですけど、今回ね、このメタクエスト3になって、さらにソフトウェアの方もね、2年も経ってたら結構進化しているので、これはね、結構皆さんにもおすすめできるレベルになってきたなっていうところなので、ちょっとね、改めて紹介という形ですね。いや、正直めちゃくちゃ良くて、もともとね、これ提供いただいて使ってたものなんですけど、あまりにもね、良かったので、自分でもね、1台購入してしまいましたね。今回はね、前のモデルよりもどういうところがいいのってところと、実際ね、仕事本当にできるの？どんな感じで仕事するの？みたいなところを紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけでね、早速作業環境を紹介していくんですけど、まだね、メタクエスト3の現物を使ってね、動画を撮っていないので、ちょっとね、簡単に開封していこうと思います。これがね、提供いただいて使ってた 128GB のモデルなんですが、今回これ本気で使えるぞっていうところで、512GB のね、モデルを改めて買い増ししていますね。いや、これはね、想像以上ですね。メタクエストプロをね、今まで使ってたので、これをね、買っても使わないかなと思ってたんですけど、なんかね、自分の頭にフィットするのはこっちだったんですよね。なんかすごい使いやすかった。で、箱がね、すごいミニマルになっていて、かつね、個人的に嬉しいのは白をね、前のクエスト2から踏襲してくれてるってところですね。これがやっぱりね、白いガジェット好きとしてはすごい嬉しいポイントです。で、開封やっぱり自分で購入したものはちょっと思い入れが違いますよね。この感じ、佇まいいいですね。このね、3つ目があるところはちょっとね、違和感はあるんですが、全体的に白い筐体で嬉しい感じです。で、コントローラーがついていて、一応ね、こんな感じで充電用のケーブルは入っているんですが、付属品はね、結構、最小限っていう感じですかね。一応ね、スペックに関してもちょっとまとめておきます。解像度とかが結構向上している。で、かつね、SoC に関してもちょっといいものを搭載していたり、パススルーがね、綺麗になっていたりっていうところが特徴ですかね。メタクエスト3自体のね、紹介はそんなところですね。詳しいレビューとかはいろいろなメディアとか、あとVR 系のね、YouTuber がたくさん紹介しているので、そちらを見てもらえるといいかなと思います。トバログとしてはやっぱりね、仕事道具の一つみたいな感じで紹介したいですね。これまでもね、こういうタイプの頭につけるヘッドマウントディスプレイを使って、作業をするっていう動画を何回か撮ってるんですが、個人的にはね、これが現状ベストかなと思います。まず一つ目としては、解像感が高くて文字がね、くっきり見やすいっていうところです。ゲームをプレイするとかであれば、そこまでね、解像度とか周辺の解像感ってあんまり関係ないんですけど、文字を見ながら作業するってなると、結構ね、こう流し目でこの端っこの方の文字とかも見たりするので、その辺はね、かなり作業において重要になってくるんですね。で、二つ目としては、パススルーがね、すごい実用的です。もともとね、クエスト2とかクエストプロっていうのもパススルーはね、できるんですけど、それと比べても圧倒的にね、この解像感とか、もう色の乗り方みたいな立体感とかね、そういうリアルさが、クエスト3の方がね、かなり良くなってます。これは結構圧倒的で、ちょっとね、簡単にこう見比べてみてもらうとわかると思うんですけど、こんな感じで、キーボードとかね、デスク上に見えるものの雰囲気とか、色の乗り方みたいなのが結構ね、違う感じしますよね。VR ゲームをするだけであれば、パスするってそこまでね、重要ではないんですけど、作業用途でこのデスクにあるね、こういうコーヒーカップを持つとか、マウスを使うとか、やっぱりね、周辺を見渡すパススルーの解像感って結構重要になってきます。ポイント3つ目としてはやっぱり価格ですね。10万円以下、7万円台から購入できるっていうリーズナブルさが結構、じゃあこれだったら試してみるかっていう風にね、なりやすい気がします。これね、作業向けデバイスで言うと、Apple のね、Vision Pro とかはね、50万円を超えてくるんじゃないかっていう噂も
あるし、前回僕が使ってたメタクエストプロもやっぱりね、購入時は20万円を超えてくる感じだったんで、人にね、おすすめはできなかったんですけど、この価格帯だったらとりあえず買って試して、ダメだったらメルカリで売ればいいんじゃないみたいな感じで言いやすいので、その辺はね、やっぱりおすすめの一つのポイントですね。もちろん作業用じゃなくて、これ単体でね、ゲームを遊んだりとか、あと一応 VR チャットとかね、そういうソーシャルネットワークとかも楽しめるので、いろいろね、汎用性高く使うっていう意味では、メタクエスト3はね、かなりおすすめですね。これで Netflix を見るのも楽しいです。簡単にね、メタクエスト3のね、話をしてみたんですけど、そんなところですね。あと実際にね、装着してみると、こういう見た目になります。結構サイバーパンク感があるので、カフェとか出先とかオフィスで使うっていうよりかは、自宅とかね、限られた空間で使うのがいいのかなと思います。このね、バンドの部分は結構ね、これ圧迫感があって、長時間装着するには結構厳しいんですよね。なので、トバログはこのね、エリートストラップっていうバッテリー付きのこのね、ヘッドバンドを購入して使っています。実物はこんな感じのアイテムで、このね、バンド部分を外して、エリートストラップをこうカチッと装着して、この状態でね、普段使っています。バッテリーがついてるので、バッテリーのね、持続時間が、だいたい3時間、4時間ぐらいに伸びるっていうのはもちろんなんですけど、こうやってね、被った時の重量バランスが結構ね、バランスが良くなるんですね。若干こっちの方が重いような感じもするんですが、こうやってそんなにね、圧迫しすぎなくても、こうやって固定してくれる感じなので、それなりに長時間つけるようになると、このね、首の筋肉が凝りにくくなるっていうのがやっぱりね、メリットですね。なので大体いつもこうやって装着して、ちょっとね、背もたれに寄りかかりながら、この辺にね、画面を3枚ぐらい出して、こうやってリラックスしながら作業することが多いです。余談なんですけど、この目を保護する、ゴーグルみたいなところを外すと、本体だけで言うとね、この厚さなんですよね。このちっちゃいサイズ感すごくないですか？これなんか 3D プリンターとかでいい感じのね、作業用の固定バンドとか作れたら結構ロマンありますよね。はい、という感じで本体は紹介したんですけど、他にね、必要なもので言うと、作業環境用のね、アプリですね。僕はいろいろ試した結果、イマーズドっていうアプリを使っています。イマーズドっていうアプリはね、こういう感じで、この画面の通りね、パソコンと接続すると、パソコン内部のね、画面をこう、いくつも最大5枚まで有料課金すると出せるっていうね、アプリケーションです。こんな感じで、MacBook と Windows で両方使えるんですけど、こういう風にね、たくさんの画面を出すことができます。フルで機能を使うには有料課金が必要なんですけど、とりあえずね、試すのであれば無料で問題ないかなと思います。確かね、2枚まで画面が出せますね。で、今のいいところは、まずね、一つは画面が自由にこう5枚まで置けるっていうところですね。僕の場合はね、3枚モニター使ってるんですけど、結構ね、自由な位置にこう、それぞれのモニターを置けるので、その辺がね、すごいシームレスでいいのと、あと縦横を合わせたり、アスペクト比を変えたりっていうのも、このアプリだとできます。で、いい点2つ目としては、画面を出した状態でパススルーができるんですよね。なので、こういうね、手元の操作とかも、本当にキーボードの部分だけパススルーにして、あとはね、こう画面とか仮想空間にいるっていうこともできるし、もしくは現実空間の中にいながら画面だけがね、バーチャル空間として投影されるとか、そういうね、スタイルも選べる点がすごいいいかなと思います。で、今ずとね、すごい点3つ目としては、これね、結構すごいんですけど、有線と無線どっちも選べるっていうところですね。今までは無線しか対応してなくて、ちょっとね、動画のカット編集とかだと若干ね、遅れるかなとかそういうのがあったんですけど、有線で接続すればその辺のね、遅延がほとんどなくなるので、カット編集とか結構ね、操作がシビアな作業もこれでできるようになりました。これができるの現状イマーズドぐらいだと思うので、その辺からしてもね、かなり推しポイントです。あとはね、細かい点で言うと MacBook も Windows も使えるっていうのと、あと本当にね、ソフトウェアアップデートがすごい頻繁なんですよ。なので、どんどん使いやすくなってるって点ですね。もともとは結構ね、ソフトウェア上でこう、ダメだな、再起動しなきゃなとか、なんかバグが多かったんですけど、最近は結構解消されている印象があって、その辺のね、使いやすさっていうのもすごい推しポイントの一つですね。ちなみに余談なんですけど、このね、イマーズドっていう会社もバイザーっていう、ヘッドマウントディスプレイを
今開発中なんですよね。で、これに関してはクエスト3よりもかなりね、解像度が高くなるので、もしこれが発売されたら、本当にVR 作業としては Vision Pro か Visor かっていう感じだと思うんですけど、今のところね、両方発売されてないので、価格を考えてもね、こちらのクエスト3がおすすめですっていうところです。はい。じゃあ百聞は一見にしかずだと思うので、実際にね、どんな感じで使えるのかちょっとね、紹介していきます。ブオンと。はい、今ね、僕が見ているのが、これクエスト3のあれですね、ホーム画面の中ですね。こんな感じで、今多分録画だとスクエアにしかなってないと思うんですが、これね、実はトバログの見ている映像は、本当に視界のこっち側の方まで映っていて、端から端までね、結構ちゃんと視界があるような印象です。スキーのゴーグルをかぶってる時に近いシェア角ですかね。早速ね、ちょっとイマーズドを使っていこうと思います。イマーズドを使うには、このね、クエスト3の中に、イマーズドのアプリを入れるのと、あとね、接続したい PC の中に直接ね、アプリケーションを入れる必要があります。なので、手間としては2段階あるんですけども、実際ね、1回やっちゃえば結構シームレスに毎回つながるので、その辺はね、特に問題はないかなと思います。はい、実際にね、アプリを開くと、こんな感じの、仮想空間の中に飛ぶことができます。めちゃくちゃ景色いいですね。暖炉があったり、このすごい落ち着いた部屋の中に飛ばされて、ここでね、作業ができるっていう感じですね。こんな感じでパーをすると、この手のひらにメニューが出るので、これをピッと押して、例えばね、いくつか部屋がこんな感じで手でね、スクロールすると選べるんですが、カフェに行こうと思います。カフェに行くと、例えばこういうね、全然違うちょっと熱帯っぽい方向のカフェに飛んだり、いくつかこんな感じで座れるね、部屋の位置を変えたりできます。すごくないですかこれ。すごいよなこれ。トバロがね、結構このカフェがお気に入りですね。こんな感じで。で、これはね、3D 空間なんですけど、360度カメラで自分でね、アップロードした360度写真にもすることができます。こんな感じで、これはね、トバログの部屋ですね。この間、360度カメラで撮影して、自分の部屋をこの空間に持ってきたので、トバログの部屋で作業するっていうこともできるようになりますね。で、他にね、何ができるのかっていうと、パブリックっていうのに行くと、この、イマーズドを使って作業している他の国の世界中の人々がここにね、集まって、喋ったりもできるっていう感じですね。そこに違う人がいたら話しかけたりとか、そういうなんかソーシャルネットワーク機能的なのもあります。あとはね、友達、ここでね、友達を追加すると、友達同士で、この作業空間の中でね、バーチャルオフィスとして使うこともできるみたいですね。実際に僕は使ったことないんで、ちょっと試したいなと思ってるんですが、ドリキンさんとかはなんか知り合いとここで夜な夜な作業したりするって言ってましたね。羨ましい。で、あとはここにね、ホワイトボードを表示して、こんな感じで絵を描いたりみたいなのもできるし、ウェブカメラっていうのは、オンラインミーティングの時にね、なんか自分のカメラ、この仮想空間の中のカメラを表示させることで、これをしたままね、オンラインミーティングができるようになるみたいな、そういうのもね、あります。で、やっぱりね、機能として一番の売りはやっぱり PC と接続するっていう点ですね。僕はデスクトップとノート PC それぞれペアリングしてるんですが、とりあえずね、デスクトップ PC の方でやっていこうと思います。はい、という感じで今目の前にこのね、デスクトップの3画面がね、それぞれ仮想3画面として表示されています。これすごくないですか？これ結構近くまでね寄ってみても分かると思うんですけど、結構ねちゃんと高精細というか、なんかね 2560×1440 ぐらいのサイズであれば当倍表示でもねかなりいけるぐらいの解像度になっています。これクエストプロでも結構できたんですけど、なんかねクエスト3の方が白のねジャギジャギ感というか見た目の綺麗さがねすごい綺麗な気がしますね。でこれで普段はね、ここに動画の編集画面を置いて、こっちにブラウザーとかを置いて、でこっちにねフォルダを置いてっていう感じで使っています。でこれもね結構カスタマイズ性が高くて、これ指からねビームみたいなのが出てるんですが、これでこうやってこのバーを掴むとこういう高い位置に画面を置いたりとか、遠くにね画面を置いたり、手前に画面をね逆に置いたりっていうのができるようになります。で指2本を使ってこれを
動かすと実際にねこの27インチぐらいの画面っぽく配置したり、逆にすごい遠くにね100インチ級のこういうディスプレイを3枚置くみたいな、こういうね使い方ができるのがすごいフレキシブルでめちゃくちゃいいですね。これに関しては本当にリアルな作業環境を超えてるんじゃないかなと思います。で、僕の場合はね3画面で十分満足してるんですけど、これで足りないよっていう人だったらアドスクリーンっていうのを押すと、もう1枚ね画面がここに行きましたね。もう一つの画面がこうやって追加することができて、こんな感じで画面が使えますね。あと細かいところで言うと、このスナップグリップっていうのをオフにすると、こういうところに画面置いたりとか、なんならこう机の中にこうめり込むぐらいのこういう場所に画面を置いてもいいし、逆にこっちの方にね置いておくとか、そういう使い方ができます。あと VR マウスっていうのはこの指から出てるポインターとか VR のねこういうコントローラーをマウスとして使うかどうかっていうのも選べます。僕はオフにしてますね。これ本当に極論言うと、これをね、新幹線の中とか飛行機の中でもバッテリーが持つ限りはね、できる感じなので、本当に夢があると思います。で、かつこれすごいのが、カーソルここにね、見えてると思うんですが、このカーソルもこの画面に合わせてちゃんとこう、言ってくれるんですよね。自動的にこの場所を判別してくれるようになって、前まではこれができなくて結構手動ですごい大変だったんですけど、できるようになってからはめちゃくちゃ快適に作業ができるかなと思います。今はねここで仮想空間の中にいるんですけど、これをねこうミックスドリアリティっていうボタンをワンタッチするだけで、いつものねトバログの作業環境の中で作業することができるんですね。画面はそのままだけど、こういうね置いてあるものだったりとか、こういうねカップとか、キーボードとかも全然こうやって目視で見られるレベルなので、かなり使いやすいと思います。スマホはちょっとね画面を見て操作っていうのは見づらかったりするんですけど、全く見えないってことはなくて、普通に LINE を返信する程度であればできるかなっていう感じですかね。僕は普段こうやって自分の部屋とねミックスドリアリティみたいな感じで作業することが多いんですけど、ちょっとね集中したい時とかだとこれをオンにして、こういうね仮想空間で作業することがたまにあります。この場合だと手元とかキーボードがね本当に見えなくなるんで、このキーボードっていうのを押して、でキーボードのボタンを押すとこんな感じでガーッと線が引けるんですよね。これすごいですよ。で今緑になったんですけど、これをガーッと上に上げると、よいしょ、この部分だけが白抜きになるんですよね。なので仮想空間にいながらいつもと違う日常を楽しみつつ、このね手元はいつものキーボードっていうスタイルができるので、これができるようになったら本当に便利な気がする。前はこれできなかったので、本当に今までとすごいなっていう感じですね。で作業するときは普通にねこうやって、ここの手元を見ながらこうスクロールしていくと、普通にサクサクっと 60fps ぐらいなのかな、なんか普通に問題なく全然普通の感じで作業ができます。で今ね無線で接続してるんですけど、レイテンシーに関してはだいたいね 20ms って感じですかね。これが、前まではね結構遅延が感じて、このなんかカーソル移動とかがねちょっと遅れた感じがあったんですけど、なんかソフトウェア的にその辺問題なくなったのか、本当にこのくらいの遅延があったとしても普通に快適に操作ができるようになってます。これはすごい。僕の作業で結構ねシビアなもので言うと、動画のカット編集とか結構ねリアルタイムにこんな感じで2倍速でねサクサクで行ったりするので、速度的にね前まではちょっと気になってたんですけど、最近はかなり、無線でもねサクサクいける感じがあります。たまに遅延が気になったりもするので、そういう場合はカット編集だけはね普通に PC の、ノート PC の画面を使って、でこういう動画編集でいろいろなファイルをこう行き来しなきゃいけない、調べながら動画を作らなきゃいけないっていう時は、こういうね多画面で作業することが多いですね。そういう使い分けができる点もなかなかいいです。でこんな感じでグイッと、不意にねこのビームがこうやって動かしちゃう時があるんですが、これ自体はこの薬指と親指をこう合わせることで黒くなるんですよ、手が。でこれによってこうね自分で誤操作みたいなのがなくなるようにもできるので、この辺すごいいいわ。やっぱり今までの最高です。で僕はね現状のスピードで結構満足しているのであんまり使ってないんですけど、ワイヤードって言ってこのね有線で PC と直接接続して、それでね操作するっていうこともまだベータ版だったと思うんですけどできるようになってます。
はい、という感じで実際にね、使っているところをお見せしました。本当にね、今回はデモ的な感じなんですけど、実際僕2週間ぐらい、ほぼ毎日3、4時間ずつぐらい使っていて、かなり快適ですね。これで作業するってまだまだネタっぽいなって思われるかもしれないんですけど、実際に試してみると、あれこんなに実用的なんだって驚くと思います。一方でまだちょっと課題としては、やっぱりね、このヘッドマウントディスプレイがそこそこ重いので、こうやってずっとつけっぱなし、例えば8時間つけっぱなしとかだとまだきついかなっていう感じがします。こうやって工夫をしてエリートストラップつけたりバンドをね組み替えたりすると割とこの重量バランス的に3、4時間ぐらいだったらいける感じはあるんですけど、その重さだったりあと画面を見るたびにこう着脱しなきゃいけないっていうのはちょっとねめんどくさいポイントかもですね。なので基本的にねシングルタスクでサクサク行えるものに関してはノート PC とか1枚のディスプレイで行って多画面とかマルチタスクこういろんな資料とかを見ながらやる作業とかはこれを使うみたいな、そういうね使い分けをしていくのがまだ大事なフェーズな気がします。本当に動作も安定してきたし PC とねいつでもこうやって接続して5画面どこでも、リビングでもね出せるっていうのは熱い点ですね。あとはね外出先で気軽に作業したいとかだったらこういうね XR グラスも結構いい感じなので前にねこういう動画撮ったのでぜひこれも見ていってください。というわけで今回の動画終わりにしようと思います。いや個人的にはねこういう XR デバイスで作業環境を構築できるというのが本当に楽しみですね。Vision Pro とか Visor とかよりね高画素の、モデルも出始めると思うのでそういうのもねぜひ今後レビューしていきたいと思います。というわけで今回の動画終わりにしようと思います。気に入っていただけた方チャンネル登録といいねボタンコメントお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。